誰ですか？私よ。マリサ。なんだ霊夢か。びっくりしたぜ。今日はトラウマレベルの怖すぎる心霊写真重戦第2幕よ。それは前回有名なアーキストの MV に得体の知れない影が映ってたものが紹介されたシリーズじゃないか。もうあんな怖いのはないだろうな。今日は前回の怖さ 15% 上乗せでお送りするわ。なんかおしゃれに言おうとしているが、とにかくお手柔らかに頼むんだぜ。クスクス。それでは今日も最後まで、ゆっくりしていってね。最初はこの写真よ。若い男女が公園で散歩している時に撮ったものなの。公園で散歩する若いカップルなんて素敵じゃないか。アウトドア派なのかもな。そうね。でもね、気軽に撮った一枚にまさかこんなものが撮れてしまうなんてね。言い方怖いな。なんだろうか。ちょっと気になるのは背後の右側に赤っぽい光があるよな。そうなの。その部分に霊体が映ってるのわかる？ただ変色しているだけじゃないのか。どこだろうか。あれ、ここに人影が見えるような。そうそこね。拡大してみるわ。うわわ、びっくりしたんだぜ。明らかに顔があるな。女性だろうか。なんだかこちらを見ているように見えるんだぜ。そうなの。これはこの背後に見えるものに由来している霊なんだけど、何か見えない？そういえば石のようなものがたくさん見える。お墓か。そうなの。知らずに二人は霊的なスポットで撮影していたのね。この霊は撮影されることを不快に感じているようね。専門家の分析では非常に力の強い霊で二人に霊障が起こりかねないらしいわ。霊障が、たまたまお墓を取ってしまっただけで、飛んで災難になっちまったんだぜ。そうだから撮影するときには気をつけた方が良いわ。この後二人に何もないといいけどね。何事もないことを願うんだぜ。次はこの写真よ。関西のあるジマルスポットになっていた立教で撮られたものなの。ジマルスポットって、いきなりやばいな。なんでそんな場所で撮影するかな。投稿者はやんちゃな若者で、原付バイクを友人と乗り回して遊んでいたらしいの。その時、立教の階段を上がっていく髪の長い女性を目撃したらしいわ。人通りの多い通りだったけど、夜だしなんだか様子が変だなと思って見ていると、その女性は立教から飛び丸りしてしまったらしいの。現場を見ちまったわけだな。原付少年たち驚いただろうな。すぐに警察に連絡したらしいの。即丸だったわ。そうか。まあ通報するだけ偉いよな。それでこの写真はその体験と何か関係があるのかだぜ。そんなものを見てしまった二人は、後日花を備えようと現場を訪れたらしいの。いい青年だな。普通そこまでなかなかできないんだぜ。そうよね。そして帰りに立教の上で一枚撮ったのがこれよ。花を備えるまでよかったが、なぜ立教で撮影するかな。まあいいじゃない。一応撮ったんでしょ。それでこの写真に何か写ってしまったものわかる？いやこれはもう明らかに大きな顔があるよな。左半分が大きな顔なんだぜ。少し笑っているようにも見えるよな。そうね。これは専門家が言うには、自丸者たちを引き寄せている悪霊らしいわ。悪霊、自丸へと誘うわけか。恐ろしい霊なんだぜ。さらに自丸した霊が悪霊化して、また引き寄せることが繰り返されているというの。ここにはマイナスエネルギーが充満しているから、投稿者には二度と近づかないように伝えていたわ。恐ろしい場所なんだぜ。行かないようにするから場所教えてほしいんだぜ。関西某立教ね。全然教える気がないじゃないか。次はこの写真よ。フレッシュな若者が出勤前に友人に撮ってもらった写真らしいの。ポーズが若い感じするよな。出勤前だというのに元気だよな。そうね。その生命力に惹かれてこんなものが映ってしまったのね。やはり何か映ってるのか。ちょっと見たところ、わからないんだがな。これは男性の頭に注目してほしいの。何か頭付近に見えない？そう言われてみれば、男性の頭の後ろに何か黒い影のようなものがあるよな。そうそこなの。拡大してみるわ。女性のような影が見えるな。男性の後ろにぴったり背を向けてくっついているようなんだぜ。そうなの。これは男性の生命力の強さに惹かれた浮遊霊らしいわ。浮遊霊か。男性にもくっついているようにも見えちまうんだぜ。そうなの。このままでは男性に霊障が及んでしまうと危惧していたわ。そうなのかだぜ。元気なのにかえって霊を引き寄せてしまうなんてこともあるんだな。次はこの写真よ。女性が友人たちと手持ち花火を楽しむ様子が撮られているわ。夏って感じだよな。なんか夏休みが恋しいんだぜ。マリサ、全国の子供たちもきっと同じような心境でしょうね。大人たちはお盆あたりに戻りたいと思うでしょうね。そうだよな。この女性のように夏の夜に手持ち花火なんて最高だぜ。夏最高だよな。この女性のように？マリサ、彼女の置かれた状況を考えると、とても最高とは言えないわ。この中に何かない？急に現実に戻されたんだぜ。そうだな。気がついてしまったんだぜ。どこ？
女性の後ろに透き通っている人影があるだろ。浴衣のようなものを着ているが、男性だろうか。そう男性の姿が見えるわ。少し拡大してみるね。女性を見ているようだよな。顔半分が隠れてしまってるのも怖いんだぜ。これは公職な霊らしいの。女性が気に入ってしまって取り付いているそうよ。公職、男性の霊か。じゃあ興味を持って女性をずっと見ているというのか。そうなの。こういう霊はなかなか立ちが悪くて、写真を投稿者が見るだけで良くないそうよ。自分の姿を見てくれたって喜んでしまうということか？そうかもしれないわ。とにかく早々にこの写真を処分するよう促されていたわ。例のストーカー的なことか。それは対処のしようがないだけに立ち悪いよな。次はこの写真よ。これは東京都の東村山市に住む N さんが以前勤めていた会社の社員旅行に行った時に撮ったものなの。なんか一気に昭和感のある写真になったな。かやぶき屋根があるし、随分のどかなところなんだぜ。そうね。普段疲れている社員にあえて人の多い観光地ではなく田舎で癒されてほしいという社長の思いかもね。これは飛騨地方なんだけど、同僚と撮ったこの写真に投稿者を恐れさせたものが映り込んでいるの。マリサどこがおかしいかわかる？この女性二人が肩組んで手まで繋いで、仲良さそうだなってことくらいしか。仲良さそうよね。その二人の姿に違和感があるの。足に注目してみて。足？二人とも黒いベルボトムのズボンだよな。左女性なんて足を組んでポーズが決まってるんだぜ。あれ？どうしたの？なんかその女性のさらに左に足のようなものがもう一本見えるんだが。そうなの。そこを少し拡大してみるわ。やはり足だよな。こんなところに他に人影もないんだがな。そうなの。この時に二人の他には人はいなかったわ。やはり霊的な何かがこの女性についているんだろうか。まあなんでも悪いものばかりじゃないわ。専門家が言うには、これは要人現象といって、金運や不動産運を暗示するものらしいわ。そうなのか。それはいいことが起きる前触れってことだよな。そんな現象だったら大歓迎なんだぜ。そういえばこの女性不動産とか買いそうな人に見えてきたんだぜ。すぐそういう目で見るのね。まあ時々こういった現象もあるのが心霊写真の面白いところね。次はこの写真よ。若い男子たちがスポーツジムで汗を流している時撮影したものね。ああ最近こういうジム増えてるよな。みんなマッチョになりたいんだな。マッチョになってモテたいって？いやそんな単調な発想じゃないような気もするけどね。ともかくこの時にありえないものが映り込んでしまったの。ありえないもの？なんだろうか。見たところ、何の変哲もない平和なシーンだがな。ヒントは中央右にいる青い T シャツを着た男性の周辺ね。このピースサインしている男性か。なんだろうか。明るそうなお兄さんなんだぜ。この男性の左腕の下に何か見えない？左腕か。脇の下に白い何かがあるような。そうなの。そこよ。拡大してみるわ。うわわ、手だな。しかもこの未発達な感じは子供の手に見えるが。そうなの。これは子供の霊の手ね。もともとここの建物ができる前に、この場所は小学校だったそうよ。そうなのか。じゃあそこにいた霊がこうして建て替えられた後も同じ場所に出現しているのか。そのようね。子供の霊はこの青い T シャツの男性の中に食い込んでいるようなの。一度お祓いを受けることをお勧めされていたわ。食い込むって怖いな。確かに男性の体内から手が出てるようなんだぜ。ひえー。次はこの写真よ。1980年代に人気を誇った某有名タレントの公開収録の際に撮った写真なの。これ見たことあるんだぜ。結構有名な写真だよな。そうなの。心霊写真の特集の本や雑誌の中に当時多く出ていたものね。そのくらいセンセーショナルな写真なの。そうか。まあ髪型に時代を感じるな。髪？その髪の上あたりに誰かが明らかに見ているんだが。その通りよ。それが今回写ってしまったものね。拡大してみるわ。ひえー。なんてはっきりとした顔なんだ。でもこれ本当にそこにスタッフがいたんじゃないのか？それならこんなに有名にはなってないでしょ。ここには誰もいなかったの。一応確認してみたが、やはりそうなるとこれは霊なのか。タレントさんの方を見ているようだが。その通りよ。これはこのタレントさんのファンの霊らしいの。しかも当人は亡くなってることに気づいてないそうよ。亡くなってもまだ追いかけてるというのか。よほど強く思ってたんだな。この霊は執着心が強く、怨念レベルにこのタレントさんについてしまってるらしいの。そうか。なんかこのアップの顔が怖すぎるんだぜ。多くのファンがいるタレントさんも大変なんだぜ。次はこの写真よ。神奈川の夫妻が観光で中国花林にある鍾乳洞の露滴岩に行った時に撮ったものなの。なんか派手な洞窟だな。ライトアップされているからこんなにカラフルなのか？そうよ。これが国賓をあっと驚かせる中国の AAA 級の観光スポットの実力よ。いやド派手だな。
カラーもどことなく中華って感じなんだぜ。それでさっきの写真なんだが、少し気になるものがあったぜ。あら、どこか気になるものあった？あるだろ。そりゃ、心霊写真として霊夢が用意してきたんだから、なかったら逆にびっくりするんだぜ。そうね。それでこの写真にはありえないものがやはり写ってるわ。そうだよな。真ん中の岩の影の中に老人のような顔が見えるんだが。そうなの。その部分を拡大してみるわ。男性のようだな。まるで岩に顔が埋まっているような形なんだぜ。これは昔岩の崩落によって命を落とした人の霊らしいの。崩れて押しつぶされてしまったのか。それはあまりにも突然の亡くなり方だよな。そうね。それでこれを撮影した川崎の夫妻はここを出た時から体調を悪化させてしまったらしいの。体調を悪くしたのか。もしやこの老人の霊の力なんだろうか。どうやらそうではないらしいの。この洞窟の中にビリビリ容器を感じると、専門家が震えていたわ。さらにこのマイナスエネルギーは充満していて、それによって夫妻は当たってしまったというの。当たるだって？そんなお刺身じゃないんだからな。まあ全員が霊障を受けるわけじゃないという表現でしょう。この写真を持って供養することを勧めていたわ。そうか。いろんな意味ですごい洞窟だったんだぜ。次は大手スーパーの休憩室で撮ったものなの。男性が椅子で休憩しているな。よく見たら鏡に女性も映ってるんだぜ。鏡に映ってる男女はこの座ってる彼とは別ね。つまりここには3人いたわけね。それでこの写真をパッと見ておかしな点に気づかない？そうだな。椅子の下とかだろうか。違うわ。ヒントは鏡に映った姿ね。2つ鏡があって角度が同じだから、2つとも同じものが映るはずなんだけど、何かおかしくない？いやわかったんだぜ。左の鏡の男性の姿が、というか首がないよな。そうなの。その部分を拡大してみるね。見事にすっぱりと首から上がないんだぜ。右側にはしっかり彼の姿があるのにな。そうなの。これは彼を守護する霊が彼にメッセージを届けるためにこうした現象になったそうよ。メッセージ？彼の首がないのがメッセージだって。だとしたら危険な匂いがするよな。そう重大な事故に遭う警告を発しているそうよ。首が飛んでしまうくらいのね。ひえー。怖い言い方するなだぜ。首が飛ぶってどんな事故なんだぜ。丸棒事故以外に想像できないんだぜ。そうね。彼はよほど近々気をつけた方が良いと思われるわ。男性よ。なんとか生き延びてくれだぜ。最後はこの写真よ。これは栃木県黒磯市にある錆川で、地元の中学生が撮影したものらしいの。中学生たちが丸んこ座りしているじゃないか。不良か？不良なのか？いえ、髪型から見るに、不良に憧れる U 字工事なんじゃない。そんな感じはするけど、霊夢、ちょっと悪ぶるの嫌いなのか？なんか適当になってる気が。そんなことないわよ。まあ確かに教室で大きな声を出してマウント取ろうとするヤンキーたちは、嫌いだったわ。もう丸んでって思ってた。むしろ丸って、丸めて、丸子にして。もうわかったんだぜ。霊夢のセリフ、P つけた方がいいかもな。それでこの川の写真に何かあったのか？そうなの。これは見えにくいんだけど、注目してほしいのは、左側の背後ね。左の背後。なんだかこの石あたりに白いものがあるような。そうよく見つけたわね。そこなの。拡大してみるわ。明度も上げてみるね。なんだこれは。明らかに誰かいるような。でもよくわからないんだぜ。これは甲冑を身につけた武士たちの姿なの。武士の姿なのか。ということは、何人かいるよな。そうね。負傷した集団がここまで逃げ延びて、この場所で力尽きたらしいわ。なるほどな。最後は水を欲しがるというからな。やっと水にありつけたと思ったらそのまま五輪中ということか。そうなの。敗れた相手への恨みや無念を感じるらしいわ。この場所には長居しないよう注意されていたわ。そうだよな。武士の霊がいる前で、ヤンキー座り決めちまったわけだからな。まあそこは知らなかったんだし、いいでしょ。中学生たち、早めにそこを立ち去ってくれ今日はここまでよ。あるのか？ないのか？視聴者は見つけたのコーナーよ。あるんだな。今日はトラウマレベルの怖すぎる心霊写真10選の中から親戚の集まりよ。この男の子たちが折り重なってる写真な。確かこの小さな女の子が霊だったよな。そうでもね。とんでもないものが、この中に写ってると書き込みがあったわ。こんなにか。一体何が写ってしまったというんだ。問題の箇所は男の子たちの上ね。白い光のようなものがあるというの。確かに何かもやっとしている白いものがあるな。そして下から2番目のこの足に骸骨とあるわ。骸骨。確かにそれっぽいよな。一応拡大してみるね。ひえこれは結構はっきり写ってるな。これは、柱から見ている女の子の霊と関係あるんだろうか。
そうね。女の子は賑やかさに引き寄せられてしまった浮遊霊ということだったわね。ということは他にもこの子供たちの賑やかさに引き寄せられてしまった霊もいたんじゃないかと思うわ。下から2番目の子に思い切りついているのも気になるよな。子供の浮遊霊だった場合、無邪気についてきてしまうという解説もあったし、結構危険かもしれないわ。ひえもう視聴者さんたちなんてもの見つけてくれたんだぜ。怖すぎるだろこれ。最高です。もう私はコメントが来た時から来たーって狂気乱舞していたわ。この変態心霊好き霊夢め。もうお手柔らかにって言ってるんだぜ。今日はどうだったマリサ。いや本編もゾクッとしたんだが、視聴者は見つけたの不意に来る怖いのやばいんだぜ。いや本当に素晴らしいわよね。視聴者の皆さん今後も何か見つけてしまったら、コメントにぜひ教えてくださいね。ワクワクドキドキ。何ワクワクドキドキしてるんだぜ。もう本当に視聴者さんも手加減を忘れないでくれだぜ。クスクス。それでは次回もまた、ゆっくりしていってね。